理想が高くて、作品が作れません。それは理想が高いんじゃなくて知識がないんですっていう話をしました。知識がなかったり経験値が低いと、理想は高くなりがちです。そのパクリ怖くてっていう話もですね、これも知識不足なんですよ。なんでかっていうと、創作の歴史ってインスパイアとかオマージュとかそういうものからスタートしてるのね。どんな作品も何らかの引用をもとに作ってたりするんですよ。作品ってのはゼロから作るもんじゃなくて組み合わせなんですよ。っていうのを、いろんなクリエイターのインタビューやら何やらを見たり聞いたり、知っているとおよそそういうね結論に至るんですよ。でそれを知らない、見たことない、なんとなくネットであれはパクリだとかねっていうような、風評だけ聞いてなんか創作、自分が怖がるとですねあなたは超一流のクリエイターじゃないでしょうならですね、誰かのパクリとかオマージュとかね、気にする必要なくて、とりあえずインストールすること、上手い人から技術を吸収することだけに集中した方がいいです。これも実は作品が作れない、パクリが怖い、理想が高いって実は同じです。知識不足です、両方。はい。あとね、もう一つね、このちょっと似てるような話で、プライドが高くて〇〇ですみたいな、できませんみたいな話もね、よく聞くんですけど、それ思い込みって言うんですよ。やってもいない、経験してもいない、ことに対する腰が重いっていう状態ですよね。俺プライドが高いからなって言うんですよ。プライドって何って言ったらですね、経験に裏付けされた確かなことだと僕は思います。逆に言って自分が大してやっていないことに対してなんでプライドを持てるのか不思議、僕からすると。逆にですね、いい意味で自分を成長させようというですね、プライドが高い人、自分に対してプラスになるというものに関してはもうひたすら吸収をしていくと。はい、有名なね、イチローなんかはなんかすごい固くなそうで、振り子打法だっけあれね、をなんかそのコーチに言われても変えなかったみたいなね話がありますけど、実はただそれだけじゃなくて、あるコーチから「お前硬いな」って言われて柔軟はやった方がいいぞって言われたら、柔軟めちゃくちゃその後やったらしいんですよ。だから取捨選択してるのね、ちゃんと自分の経験に裏付けされて。要するに自分にプラスになることは貪欲に吸収するし、自分にプラスにならないことはシャットアウトすると。それを自分でちゃんと判断する。これがちゃんとしたプライド。ただしその尺度というか物差しってさ、いきなりできないですよね。自分である程度やったことある人じゃないとその物差しってないですよね。だから最初の絵を描き始めの頃とかはとにかくいろいろやってみた方がいいです。でそうするとやったことあることに関しては自分でこれいい悪いって言えますよね。そうじゃない、成長を阻害するようなものはそれはプライドって言わないんですよね。思い込みって言うんですよ。勝手にそう思ってるだけ。理想とかね、プライドとかね、かっこいい言葉で自分を騙しちゃう人が多くて、自分の脳内でそれをどういうふうに変換するか、あるいは人に対して説明するときどういうふうに言うかでね、結構ね自分の行動を縛りますよ。この考え方のベースの部分が間違ってる人がいくら僕のノウハウのやつ見たりとか、なんか気の利いた絵の描き方とか練習方法とかね、表層的なことをですね頑張ってもあんまり効果がないんですよね。風邪の薬かなんか飲んでも、そうやって対症療法ってやつですよね。根本的にね、ちゃんとしたご飯を食べてなかったり、運動不足だったり、睡眠不足だったり、生活が荒れてると乱れていると、どんだけその薬飲んでもさ結局同じことになるでしょ。それと同じなんですよね。実は絵の描き方っていうのはその対症療法に近いのね。考え方そのもの、捉え方が間違ってると、今言ってたみたいに、理想が高いとかプライドとかね、あとね見返したいとかね、誰かの上位に、立ちたいと、そういう発想の人ってね、残念なことに高級なものになれないんですよ。なんでって言ったらね、他人のこと気にしてる段階で自分の能力が半減してるから。今日の話はね、実はこれ本質を見る見ないって話だと思うんです。結局その人が口から出してる言葉っていうのは嘘が多いんです。それは
理想が高くて作品が作れないです。プライドが高くて行動に移せないです。理解したいです。マウント取りたいですみたいなね。でも成長したいんですよって言うんですよ、大体そういう人って。これ今の話で言うと全部成長するベクトルっていうか方向性に対して全部真逆なんですよね。実は成長したいんじゃなくてね、高級なものになりたいだけなのね。要するに一言で言うとお金持ちになりたいみたいな感じ。それはお金はどうしてどうやってなんでみたいなところはないです。ただお金持ちになりたいんですっていう感じ。わかるかな。アイドルと結婚したいですみたいな感じ。それ具体的な話になるといやーみたいな感じなんでしょ。今の自分の状態を正しくまず認識してない人、そしてそのゴールもなんかもやーっとしてて、そしてその途中のルートも曖昧であれば、当然ながら成長はしないですよね。例えばこんなクリエイターになりたいというようなイメージが曖昧で、そしてその人がどんな学生時代、新人時代を送ったのかで、中間っていうか途中の地点を知らなければそこに向かいようがないですよね。その人が昔どのぐらいの画力で今どのぐらいの画力でそれに比して今自分は何をやってるのかっていうですね、具体的な比較対象っていうものと合わせて今日の自分っていうのを作り上げないと、結局今日の1枚2枚の絵っていうのがこれが何になるんだろう。モチベ維持できないよね。モチベが維持できない知識不足です。はい。これ残酷な真実なんですけど、情報不足は何だと思いますか？理想が高いは知識不足。モチベが維持できない。はい。それも知識不足、情報不足。そして情報不足は何不足だと思いますか？やる気不足です。はい。というか今ね、なんぼでも情報あるじゃん。気にならない？調べ尽くさないですか？そのスマホいじってる間さ、なんぼでもアニメーターの情報調べられるじゃないですか。なので今知らないとかわからないってことは実はやる気不足になっちゃうんですよ。こんだけ情報化社会が進んだ時にそれを獲得して知ってる人っていうのは結局はそれだけそれに対して熱量があるってことになるんですよね。要するにやりたい気持ちが強いってことですよ。そこまでやりたくないっていうことになっちゃうんですね。これ知らない、わからないっていうのは。だって調べられませんか？いくらでも。言ったらね、今 YouTube もあるし、僕今こうやって喋ってるやつもあるしさ、最終的にそうなっちゃうんだよね。どうしても自分を偽る癖がついちゃってる人ってプライドとかね、理想とかって言葉にしちゃうんです、人って。要するに自己弁護が入っちゃうわけだからね。今僕がさやる気不足って言ったけど、じゃあ俺アニメーター向いてないんだなって思って別にいいと思うんです。だってアニメーター別に無理にやる仕事じゃないよ、普通に考えて。向いてないと思ったらやめればいいし。だって僕さ、これからじゃあプロゴルファーレッスンプロになりたいですかって言ったらさ、だったらもっと調べてるし、なんか全てを捨ててるというか、多分やりたいことってそこまでしますよね。そこまでやりたくないんですよ、別に。だから別に趣味でいいじゃんって話ね。逆に今度ね、スマホで手に入る情報っていうのは大量にある。でこのね、次弊害ね、やってないのにやった気になっちゃうっていうことが多いんですよ。僕の話聞いてるだけでなんか僕の人生を追体験してなんかやったような気がするって、それで満足しちゃう人がいるんですよ。でもそれはそれでいいと思うんですもん。例えば絵の仕事したいとかアニメーターになりたいっていう熱量がそれで満足したのであれば成仏したってことでいいんじゃないですかねって思うんだよね。でもこのね、実際問題、これからはですね、自分なりの体験をした人がやっぱ強いと思いますよ。本当に頑張ってそれ目指したりとかやると、なんかいい意味で諦めつくよ、マジで。なんかすがすがしいですよ。気持ちいいっていうのありますよ。そうじゃなくて、本当はあれをやってればこうだったのに、これをやってればああだったのにっていう過程の話を延々と言う人、そうなるとどうなるかっていうと、それをやって達成していく人たちの足を引っ張ろうとするんだよね。嫌なやつ、嫌な大人の完成です。はい。自分で経験しないとわからないことっていうのがたくさんあるんですよね。そもそも自分がそれやって楽しいか楽しくないかっていうことがまずそれだよね。でその次のステップとして、自分はね、そもそも、こういう作るのってどうなのかなとかね、興味があるのかなどうなのかなっていうのも含めてやってみて初めて分かることだらけなんですよね。わかるでしょ？なんかいっぱいやってきた人の言葉とそうじゃない人の言葉はわかるでしょっていうことですよ。それはやっぱりね、経験してきたことの厚みっていうのがやっぱ言葉に乗るから、だから異様な説得力があるわけですよ。